ケーブルを内蔵、隠れスタンドを搭載、ホコリも気泡も入ってないマグネットを搭載。めっちゃコンパクトなのに操作しやすかったり安い。どうもこんにちは、まみよしです。今回は iPhone と一緒に使うと便利なおすすめアクセサリー25選ピックアップしたので、実物を見ながら実際にどう便利なのか紹介していきます。今回紹介する製品に関しては概要欄の一番上にある Amazon ストアフロントに全てまとめているので、気になるものがあったらぜひそこからチェックしてみてください。早速見ていきましょう。ということで、まずは iPhone ケースから。こちら ESR のクラシックシリーズ隠れスタンド付きモデルっていうケースになるんですけども、もうずっとこちら愛用しています。これの特徴いろいろあるんですけども、まず何といってもカメラ部分の周りに隠れスタンドを搭載しています。これによってこんな感じでスタンドとして立てながら動画が見れるっていうのがめちゃめちゃ便利。ここのスタンドの倒し具合で角度調整もできます。縦向きだとこの角度一つだけになります。ケースの性能に関しても高くて、こちらの四隅にエアガードを搭載して、さらに外側に搭載されていることによって一般的なケースよりも対衝撃性能っていうのがかなり高くなっています。で ESR のケースマグセーフの重力もめちゃめちゃ強力なので、そこも気に入ってるポイントで、あと最新の iPhone16 シリーズに関してはカメラコントロールがついてるんですけども、そこも覆われてるタイプになります。なので僕はもうこちらのケースをずっと愛用しているって感じ。1個だけデメリットを言うとすれば、こんな感じで縦向きでよく使う人にとってはちょっと物足りないかなっていう感じはあります。でそんな人のためにいいケースがあって、それが2つ目、こちら ESR のブーストシリーズになります。実際に iPhone16 Pro Max にはめてみるとこんな感じ。ケース自体に関しては基本的には一緒ですね。クッションも外側についてるし、マグセーフも強力で、カメラコントロールのカバーっていうのはなくなっています。こちらのケースに関してはここの底面部分にスタンドを搭載しています。これによってさっき立てたと角度調整できなかったのがこんな感じで、かなり急な角度からここまで調整することができます。これは無段階ですね。こんな感じでいろんな角度で調整することができます。で逆にこちら横画面の場合はこの角度オンリーになります。でもこれ結構見やすい角度なので、意外と横でも縦でも使うっていう人はこっちのブーストシリーズのケースの方がいいかも。アクションボタンもしっかり保護されています。でこれがね、今セールでめちゃめちゃ安くなってるので、ぜひ概要欄のスターフロントで金額チェックしてみてください。これシンプルイズベストで、スタンドもついてるしマグセーフも強力だし対衝撃性能抜群だし、こちらもおすすめなケースになっています。このクラシックシリーズとブーストシリーズ、この2択から選べば間違いないです。続いて紹介するのは、スマホ買ったら絶対に必要なガラスフィルムですね。今回おすすめは1個だけです。それがこちらのベルモンドのモンスターフィルム。なんでこれがおすすめかっていうと、値段が安いしガラスの質も高いで、あと貼り付けが簡単。実際にやってみましょう。まずはアルコールシートで拭きます。でクロスで拭きます。であとはこの iPhone にガイドをかぶせてあげて、引っ張ってスライド剥がしてあげて、気泡が入ったらヘラで押し出します。貼り付け完了したんですけども、ホコリも気泡も入ってないのがわかると思います。さっき引っ張った時にホコリとかも自動で取り除いてくれるし、ガイド枠のおかげでしっかりと真ん中に貼れています。替えのフィルムがもう1枚ついているので、2枚入りでコスパも高くてガラスの質も高い、滑りもいいので僕はこちらおすすめしてます。これ買っとけば絶対間違いないです。続いてはスマホリングですね。スマホリングもいろいろ使ってきたんですけども、僕が一番気に入ってんのはアンドビルのスマホリングになります。こちら iPhone の背面にマグセーフでパチッとはめるだけでスマホリングとして使える優れもの。これマグセーフの重力も結構強めなので落とす心配もありません。この ESR のケースマグセーフさらに強いので、これと一緒だともうガッチガチに固定されます。であとこのリングに関しては僕は使ってるうちでまだ緩んではないですね。でスマホリングっていろんなものがあるんですけども、これの最大の魅力がこちらの背面部分にあります。こちらの背面なんとマグネットを搭載しています。なので風呂の壁とか、あとはキッチンの壁とか冷蔵庫とかにこれをピタッと貼り付けることができます。僕はこちら風呂に持ち込んで、風呂の壁にペタッと貼り付けて動画見ながら入浴したりしてますね。これがねもうめちゃめちゃ便利で、他にもこういった背面にマグネット搭載されてるものもあるんですけども、僕が使ったものだと壁から iPhone を取ろうと思ったらリングが壁に残っちゃうとか、そういったことが起きたんですけども、こちらはしっかりと iPhone 側に残ってくれるので、そういったところも嬉しいポイントになっています。僕はこちらをプロ用のスマホリングとして愛用しています。これかなりおすすめです。続いてスマホ使っていく中で必須級のアイテムがワイヤレスイヤホン。その中でもおすすめなのが最近発売したアンカーサウンドコアリバティ5。こちらに関してはノイキャン外音取り込み、ワイヤレス充電、必要なもの全部搭載していて、かつ音質も良かったり LDAC に対応していたり、それでいて値段もかなりお手頃になっているので、初めてワイヤレスイヤホン買ってみたいとか、予算は1万円台でワイヤレスイヤホンを買いたいっていう人はもうこちらのサウンドコアリバティ5がめちゃめちゃおすすめです。でそしてこちらカナル型イヤホン
になってるんですけども、カナル型が苦手って人にはこちら AirPods 4ノイキャン付きモデルがおすすめです。さっきのリバティ5と比べると高くなっちゃうんですけども、 AirPods ならではの iPad、iPhone、Mac とかそういったものを自動的に切り替えてくれるのもいいし、こちらカナル型タイプと違ってインイヤータイプになってるので耳が疲れにくい。なのにノイキャンも強力だし、外音取り込みもかなり優秀で、音質もクリアで、個人的にかなり気に入ってるワイヤレスイヤホンになります。なのでカナル型が苦手って人はこちらの AirPods 4かなりおすすめな選択肢になっています。続いて値段気にしないんだったらやっぱりこのイヤホン AirPods Pro 2、なんだかんだこのイヤホンが一番気に入ってますね。値段自体は高いんですけども、音質も普通にいいし、ノイキャンめちゃめちゃ強力なのと、あと外音取り込みの設定を変えることによって耳に何もつけてない時よりもこれをつけた時の方が周りの音が聞こえるっていう、そういった補聴器代わりにもなるぐらい強力な外音取り込みを搭載しているイヤホンになります。あと遅延もかなり少なかったりするので、Apple 製品をいっぱい持ってる iPhone とか iPad、Mac、そういったものを持ってて全てで使いたいっていう場合はこちらの AirPods Pro 2かなりおすすめになります。この3つからワイヤレスイヤホンを選んでおけば絶対間違いないです。続いてワイヤレススピーカーのおすすめはこちらアンカーサウンドコアセレクト4 Go。 5000円以下でかなり安いのに結構いい音出ます。ワット数自体は 5W と出力自体は4番目なものになっているんですけども、6畳の部屋とか、あとは僕はこちら風呂にこんな感じで引っ掛けて音楽を聴いてたりするんですけども、そういった使い方だったら十分なぐらい音いいです。あと裏にこんな感じでゴムがあるので机の上に置くとかでもいいですね。でも基本的には吊るしてあげて音を流すっていうのにめちゃめちゃおすすめで、こちら IP67 の防塵防水規格に対応してるので、風呂とかで使っても全然大丈夫っていうスピーカーですね。風呂で音楽を聴くとか長風呂しながら YouTube 見たり音楽を聴くっていう方にこれめちゃめちゃおすすめになっているので、こちらもチェックしてみてください。続いて充電器はこれがめちゃめちゃ気に入ってます。トーラスのフレックスライン 40W。 こちら 40W の充電器にしてはねちょっと大きめになってるとは思うんですけども、なんとこちらこんな感じで USB-C ケーブルを内蔵しています。なので外来たけどケーブルを忘れちゃったとか、ケーブルがカバンの中で絡まってるとか、そういった心配もありません。でこちら 40W に対応してるので MacBook Air とか iPad とか、もちろん iPhone も充電できるし、こちらもう一つ USB-C 端子があるので 20W20W で iPhone を2台同時に充電することなんかもできます。なのでちょっと本体自体はでかいんですけども、個人的にはこれがかなり気に入って普段から使っている AC アダプターになります。こちらもセールとかでよく安くなってるのでぜひチェックしてみてください。続いてはワイヤレス充電おすすめはこちらアンカー Mag5 ワイヤレスチャージャースタンド。こちらは最新の Qi2 規格に対応したワイヤレス充電器になります。後ろ側にケーブルをつないであげて iPhone を MagSafe でペタッと貼り付けることによって Qi2 の最大 15W で充電できます。 Qi2 の充電器って結構値段高いものが多いんですけども、こちらかなり安く買うことができます。しかもこれ結構優れものってスタンドの部分がこれ360度無段階で回転します。なのでこんな感じで縦で TikTok 見るときとか横で YouTube の動画を見るときとか充電しながら動画を見たりすることもできるし、ここのスタンドの上の部分、この角度からここまでいけます。なのでこんな感じの形にしてあげることによってワイヤレスイヤホンを上に乗せて充電することなんかもできます。これ値段見たらびっくりするのでぜひチェックしてみてください。続いてもワイヤレス充電器、こちらアンカー Mag5 ワイヤレスチャージングステーション 3in1 パッドという商品で、名前の通り 3in1 台充電することができます。結構こういう充電器出てるんですけども、この充電器少し特殊で、ここの iPhone 充電する Qi2 の部分がこんな感じで起き上がります。なのでデスク上に置いてあげるときはこんな感じで自分に通知が見えるようにスマホをスタンド立てながら Qi215W で充電することができます。であとはここ Qi 充電の部分にワイヤレスイヤホンを乗せて Apple Watch 充電する部分も起き上がらせることができるので、こんな感じのリング型のバンドを使ってる人でも3台同時に充電することができるという優れものになっています。なのでデスクとかあと寝室とかに置くのにもかなりおすすめな充電器です。でこれ AC アダプターとかケーブルもついてるので特に追加で購入する必要もない。続いて旅行の時にめちゃめちゃ活躍する鏡餅がアンカー Mag5 ワイヤレスチャージングステーション 3in1 フォルダブルパッド。こんな感じでかなり小さいんですけども 3in1 のワイヤレス充電器になってます。使う時はこんな感じで広げてあげて、あとは USB-C ケーブルを挿してさっきのパッドの充電器みたいに Apple Watch、iPhone で、そして真ん中でイヤホンを充電できるっていった優れものになっています。で持ち運ぶ時はこれを畳
挟んであげればこんな感じでかなりコンパクトで持ち歩けるっていう、これがねもう旅行をよくする人とかかなりおすすめな充電器になっています。特にねこの Apple Watch 使ってると個別で Apple Watch の充電器が必要になってくるので、このサイズで3台同時に充電できるっていうのはかなり嬉しいポイントになっています。こちらもセールとかで安くなってるので、そういったタイミングで買うのがおすすめ。デスクとかで使うのにはあまりおすすめしないんですけども、旅行先でかなり活躍する充電器になります。続いてはハイブリッドモデル。これもアンカー Mag5 ワイヤレスチャージングステーションフォルダブル 3in1 っていう商品なんですけども、こちらはデスクでも使えるし持ち運びもなかなかにコンパクトって感じ。さっきの鏡餅と比べるとでかさはあるんですけども、こんな感じに展開すると Apple Watch、ワイヤレスイヤホン、そして iPhone を T2 で充電できるっていう充電器になります。こちらデスクに置いても自分に通知が見れるようになったり、折りたたんだらそれなりにコンパクトに持ち運べるっていう充電器になります。ハイブリッドモデルっていう感じですね。こちらは家でもワイヤレス充電するし、旅行先でも使いたい、そんな方におすすめな1台になってますね。こちらのモデルの旧型になるんですけども、デスクとかでも使いたいんだったらこっちの方がおすすめだったりします。続いては出かけた時にスマホの充電が切れたら困るので、おすすめのモバイルバッテリー紹介していきます。モバイルバッテリーもいろいろ使ったんですけども、やっぱりこれが一番いいですね。アンカーナノパワーバンク 22.5W ビルドイン USB-C。 こちらかなりコンパクトな 5000mAh のモバイルバッテリーなんですけども、こちらコネクタ内蔵しているので iPhone の USB-C に挿すだけで最大 22.5W で充電できるっていうモバイルバッテリーになっています。しかも値段もめちゃめちゃ安い。であとこちら意外と知らない人も多いんですけども、このモバイルバッテリー自体を充電するとき、こういった USB-C 端子でモバイルバッテリー自体を充電することもできるんですけども、こういったコンセントの USB-C 端子、こちらにそのまま USB-C 端子を挿すことによってこのモバイルバッテリーを充電することもできます。完全ケーブルレスで使えるモバイルバッテリーなので、そういった点も嬉しいポイントです。かなりコンパクトなのでバッグの中に入れてもかさばらないし、値段も安いし安心のアンカーだし、僕はスマホしか持ち歩かないときはこちらのモバイルバッテリーを常に持参しています。動画見てもゲームやってもこれがあれば安心で、あとはこちらのライトニング端子版もあります。そっちは 12W の出力になるのでそこだけ注意っていう感じかな。でもコンパクトでかなり使いやすいモバイルバッテリーになります。続いては変わり種のモバイルバッテリー紹介していきます。まず1つ目がアンカー511パワーバンクパワーコアフュージョン 30W。 こちらも 5000mAh のモバイルバッテリーになってるんですけども、なんとAC アダプターをモバイルバッテリーに内蔵しています。 5000mAh のバッテリー切れちゃったっていう時もコンセントに挿してあげるだけでこちらのモバイルバッテリーを復活できます。こちら USB-C 端子が1つついていて、コンセントにつないでる時は 30W、 つないでない時は 22.5W で出力できるモバイルバッテリーになります。このモバイルバッテリーのバッテリーが切れそうになったらカフェとかでコンセントから充電することができるので、そういった点でかなり使いやすいモバイルバッテリー AC アダプターになってます。あとはこんな感じで引っ掛けることもできます。続いてこちらがさっきのモデルの新作なんですけども、アンカーパワーバンク 30W フュージョンビルドイン USB-C ケーブル。こちらも 5000mAh で AC アダプター内蔵なんですが、さらに USB-C ケーブルを内蔵したモデルになります。なのでケーブル忘れる心配とかもないのがかなりいいポイントです。 USB-C 端子もあるし、もう1個ケーブルがあるので2台同時に充電することも可能。唯一弱点を挙げるとすればこの USB-C ケーブルが若干短いので、そこだけちょっと気をつけるポイントではあるかなと思います。でこちらが 5000mAh なんですけども、こちら10000mAh のモデルもあります。10000mAh のモデルはケーブルがもう少し長くなっていますね。ちなみにこっちの 10000mAh のモデルはコンセントをつないでない状態でも 30W の出力ができます。なので容量1万欲しい、ケーブルも長くしたいっていう方はこっち、コンパクトに持ち歩きたいっていう方はこっちの 5000mAh のモデルがおすすめ。日帰りだったらこの 5000mAh のモバイルバッテリーで十分。泊まりがけとかだとこういった AC アダプター内蔵のモデルがおすすめになります。続いてはおすすめの充電ケーブル、アンカーパワーライン3フロー USB-C& USB-C ケーブル。超定番のケーブルですね。こちらシリコン製になっていてかなり柔らかくて巻き癖がつきにくい、絡まったりしづらいっていうポイントがあるのと、あとは強度自体も結構丈夫になっています。でそれでいて 100W の充電ができるっていうケーブル。僕の家のケーブルはもう全てこちらで統一していますね。柔らかいので取り回しやすいし、いろんな色があるので iPhone の充電は白、 iPad は黒とか、そういった感じで配線がしやすいのもいいポイントです。こんな感じでぐちゃぐちゃにカバンに入れたとしても巻き癖とかつかないですぐに使うことができるっていう、そういった商品です。これ 0.9m と 1.8m あります。続いて持ち歩きの USB-C ケーブルはもうこれがめっちゃおすすめ。オールテックの両引きタイプの巻き取り式 USB-C ケーブル。こちらめっちゃコンパクトなのに最大 1.2m のケーブルになります。使わないときは巻き取ると好きな長さで使うことができる商品になります。こちらに関しては最大 60W になってるので MacBook Pro とかで使うにはおすすめしないんですけども、 iPhone とか iPad とか MacBook Air と
かそういったものであればしっかりと充電することができます。これもいろんな空張りあるしかなり安いので、ぜひ一つ持っておくのがおすすめです。これ片引きタイプと両引きタイプがあるんですけど、両引きの方が僕的には使いやすくておすすめです。続いてスペックアップ版が三好の巻き取り式のケーブル。こちらは USB3.2 Gen 2に対応しているので、データ転送もかなり高速なモデルになります。ただケーブルの長さは 0.8 メートルなので、オールテックよりは若干短めで、あとはケーブル自体も2倍太くなっています。データ転送やるんだったら三好、しないんだったらオールテックがおすすめっていう感じ。巻き取り式ケーブルはこちらの2つ買っておけば間違いない。続いてはこちら、スマホで原神とかそういったゲームをやるんだったらコントローラーがめちゃめちゃおすすめです。こちらが本体なんですけども、これ USB-C での接続になっています。実際に iPhone を取り付けてみるとこんな感じで、これスマホから給電してこのコントローラー使えるんですけども、こちら左下の部分に USB-C 端子があります。なのでここに USB-C ケーブルをつなげることによってそのまま iPhone を充電しながらゲームをやることもできます。で実際にこのスティックに関しても操作しやすかったり、ボタンの配置だったりそういったのもかなりいい商品になってます。しかも安いっていう。でこれ iPhone でも使えるし Android でももちろん使えます。で特にこの USB-C 端子じゃなくて Bluetooth のキーボードとかもあるんですけども、そういったものは充電しながらゲームができなかったりするので、この USB-C 端子がついてるこちらのゲームサウンド X5 Lite かなりおすすめです。で今ケース外してこんな感じで使っているんですけども、こちらのゴムパッドこれ3種類入っていて、こちらを薄めのものにすればケースをつけてても使えるっていう、そういった点も嬉しいポイントになっています。これ多分値段見たらびっくりすると思うので、ぜひこちらも Amazon のストアフロントでチェックしてみてください。続いては iPhone でよくゲームをやる人にぴったりなものがトラスの冷却ファンになります。こちらを iPhone の裏側にマグセーフで貼り付けてあげて USB-C ケーブルを挿します。そうすると iPhone を Qi2 で最大 15W で充電できて、さらにこちら背面がペルチェ素子になっていることによって iPhone 自体を冷却しながら充電することができます。でさらにこちらの裏側にリング内蔵しているので、コントローラーをつなげてやるゲームだったらこんな感じで立てながらゲームをプレイしてもいいし、両手持ちでやるゲームだったらこんな感じでリング引っ掛けてあげてもいいし、あとはこんな感じでスマホスタンドとしても使うことができるので、利便性の高い充電器兼スタンド兼冷却ファンになります。このスマホの冷却ファンもいろいろ使ってきたんですけども、トラスが一番良かったですね。これペルチェ素子なのでめちゃめちゃ冷えます。ゲーマーにとってはかなりおすすめな商品。続いてはスマホにメール来たけど長文打つのめんどくさいとか、あとは論文書くのめんどくさいっていう時に便利なのがこちら eWin の Bluetooth キーボード。このキーボードに関しても結構沼で本当に10台いかないぐらいいろいろ試したんですけども、これが個人的には一番お気に入りかなっていう感じですね。これ広げてあげるとキーボードとトラックパッドがついているモデルになります。こちらはねキーボードの配列自体もかなり Mac のキーボードと近くて違和感なく使えるのと、あとはキー配列とかそういったものも iOS、Windows、Android、Mac 切り替えできたり、3つのデバイスまで切り替えて使うことができるっていうモデルで、特に僕がこちらのキーボードを使ってる理由としてはここの4つのキーの順番ですね。コントロール、ファンクション、オプション、コマンド、このキー配列になってるのが個人的に使いやすいので、それで絞って使いやすかったのがこちらになります。トラックパッド自体の反応は普通かな。こういったモバイルキーボードのトラックパッド全部反応自体あんまり良くないので、おまけ程度に考えておくといいと思います。僕はこちらを iPhone とかにつなげてあげてこんな感じで長文のメールを返したりしてます。1個弱点を挙げるとすれば、こちら開いた時に自動で電源が入るんじゃなくて、こちらの電源をスライドさせる必要があるので、そこがちょっと弱点ではあるかな。であとこちら USB-C で充電できるので、この点も嬉しいポイントです。こちら安定ですね。続いてもう一つ変わり種のキーボード、モキボのキーボード。これも面白くて、まずこれのいいところはこの蓋を開けるだけで自動的に電源オン、蓋を閉じれば電源オフっていう感じなのと、あとこちらキー配列とかは特に普通なんですけども、なんとこちらキーボードのトップ部分、これがトラックパッドになっています。なのでこうやって普通にキーボードを打つこともできるし、キーの上をこう指でスライドすることによってパソコンとかスマホのポインターを動かすことができるっていう、ちょっと変わり種のキーボードになっています。少し癖はあるんですけども、特に打ちづらいとかは個人的にはないですね。ペチペチ系のキーボード。ただ実際に使って思ったのが、トラックパッドの感度っていうのはかなっていう感じ。あとタップもここでできるんですけども、タップはねご反応しちゃったりすることもありますね。あとこちらの灰色の部分はクリックになっています。であとこちら折りたたみではないので、こういう折りたたみ式のキーボードと比べるとちょっとかさばるかなっていう感じがありますね。ただこういうホームポジションから動かさない状態でトラックパッドで移動できるっていうのがこのキーボードの魅力になっています。ちなみにこんな感じで下の部分はスタンドになるので、スマホを立てかけながら使うこともできます。
ということでいかがでしたでしょうか。本当に今愛用してるやつだったり、これは安くてめっちゃおすすめできるってやつしか今回紹介してないので、気になるものがあったらぜひ Amazon ストアフロントからチェックしてみてください。他にもストアフロント内にいつも Amazon セールでおすすめしてる商品一覧だったり、これだけは買うべき便利な家電とかそういったものもリスト化していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。以上、バイバイ。